皆さんこんばんはワイワイニュース山崎です。今日は2019年の12月の24日火曜日ですね。時間がまたしても遅れまして、現在日本時間のほとんど夜の10時ですね、9時59分ということで、1時間遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、昨日の続きですね。それではなぜ日本には政治家の罷免と官僚の選定罷免の手続き法が一切存在してないのかということで、昨日のナンバー1に続いてナンバー2ですね。ということで今日の放送を始めたいということです。で、最初は昨日のですね、テーマを YouTube 用に表紙にしてくれましたんで、これですね。内閣総理大臣への、弾劾訴追決議、不信任決議、なぜ日本の国会には存在しないのかということで、安倍晋三のこれは手配書ですね。これ以前取り上げたことあるんですけど、子供の安倍晋三と申し候なんだかねてより虚言妄言悪行三昧空前絶後の二枚舌戦争法案不届き千番意見改見許すまじと見かけた者は奉行所へ申し立つすべく候ということで、憲法奉行というなかなか優れた手配書ですよね、これね。ということです。そして、現時点での昨日の放送の視聴者数ですけど、ツイキャスが315名、YouTube が320名で、全部で635名ということで、ほぼツイキャスと YouTube が固定化してきましたね。これがまあ本来の姿だと思いますね。ということです。昨日のちょっとこれですね。なぜ日本の国会には内閣総理大臣個人に対する弾劾訴追決議も不信任決議も制度として存在しないのかと。これが昨日のメインテーマだったんですね。ちょっとこれが抜けてましたんで今付け加えてます。メインテーマ。ということで、ちょっとお待ちください。昨日のマイナス6か。
昨日のメインテーマですね。そして本日の現時点での視聴者数635名ということです。そして今日のお知らせとして、明日水曜日ですけど、久しぶりにですね、3ヶ月ぶりぐらいですかね、普通日放送を再開しますというご案内です。一応語学研修が、年末なんで、もう一回あるんですね、1月の8日に。ということで、久しぶりですね。から今日の画像ですけど、これ Facebook でですね、4つの、山崎情報として SNS で配信しようと思ったら、またしてもこのような、あなたの投稿はコミュニティ規約に違反していますので、表示されませんと。これ4つですね。Facebook ですよ。検閲してるんですね。配信妨害しているということなんですね。で、何を配信したかということなんですけど、最初はこういうやつなんですね。米傀儡政党自民党を解体せよと。安倍晋三政権7年間で権力犯罪を犯した政治家は米傀儡政党自民党所属の国会議員だと。by 山崎康彦と。こういうのを配信したんですね。そしたら Facebook の検閲に引っかかって、配信拒絶されたということです。で、2つ目がこれですね。権力犯罪者養成所東大法学部を解体せよと。安倍晋三政権7年間で権力犯罪を犯した国家官僚は東大法学部出身のエリート官僚だと。by 山崎康彦と。から3つ目がですね、伊藤詩織さんの、準強姦事件ですね。山口、紀之。安倍晋三首相は警視庁に山口紀之逮捕を中止させ、2、東京地検に山口紀之不起訴にさせ、最高裁事務総局に検察審査会への伊藤詩織さんからの不起訴不当申し立てを却下させて、山口紀之を免罪免責にした by 山崎康彦と。これなんですね。で、4つ目、4本で、4つ目がですね、どれかな。そっか。4つ目が、これ長いんで、このようなあれができなかったんですね。これ、なかなかこういうふうにやると、注目されやすいんですけど、4つ目が安倍晋三首相による山口紀之免罪免責と伊藤詩織さんバッシングの命令系統ということで、4つの命令系統があるだろうということで、一つが検察ルート、山口紀之の、逮捕中止させたという。で、安倍晋三首相から菅官房長官、そして杉田和弘官房副長官、この親父は78歳なんですね。で、元警察庁の警備局長と。で、そこから北村茂国家安全保障局長兼内閣特別顧問という大出世した元前内閣情報官と警視庁の公安ですよ。公安官僚。そして中村至という、これも大出世して警察庁の官房長官というナンバー3になったんですね。で、当時は警視庁の刑事部長ということで、彼が山口紀之が一時帰国して成田空港に到着するということで、逮捕状を持って、
逮捕しようとした高輪署の刑事に直接携帯電話で指示して中止させたという警察ルートですね。それから2つ、検察ルート。これは山口紀之の、不起訴させたルート。安倍晋三首相から菅官房長官から黒田博夢東京高検検事長と、これが大出世したんですね。そして、曽木っていうんですね、哲也東京地検検事長ということで、不起訴にさせたということですね。それから3つ目、検察審査会最高裁ルートと、これは伊藤詩織さんが検察が不起訴にしたことに対して不起訴不服申し立てを東京検察審査会に申し立てたんですね。それを却下させたと。これどういうルートかというと、安倍晋三首相から菅官房長官から今崎幸彦最高裁事務総局と、最高裁のいわゆる、3000人の裁判官を一手に監視し評価し、支配している最高裁事務総局、これの事務総長、これが最高のエリートコースなんですね。最高裁の判事になるエリートコースなんですけど、現在今崎幸彦っていうのが最高裁事務総局なんですね。そこから東京検察審査会の事務局長に行ったと。これが3つ目のルート。そして4つ目がネトウヨルートということで、伊藤詩織さんをバッシングすると。から山口、紀之無罪キャンペーンを張ったということで、これは安倍晋三で菅官房長官、それから内閣調査室経由で自民党ネット局で電通、そして安倍晋三親衛隊の文化人とネトウヨに行くと、こういうルートなんですね。でこの4つが全部、Facebook の監視、彼らがでっち上げたコミュニティ規約にあなたの投稿は違反してますという、勝手にですね、どの部分がどのように違反しているかっていうのは一切説明してなくて、で、投稿情報を配信しなかったということですね。今日の画像はそういうことです。今日の画像、今日の画像、Facebook は本日火曜日12月24日に私が SNS で配信した4件の山崎情報すべてをコミュニティ規約違反との理由で配信妨害したということですね。こういうやつ。これじゃない。これか。皆さんの中でこういうのが、来たという人は多いと思うんですね。これは完全に日本国憲法で禁止している検閲行為ですよ。いわゆる各国政府ができないようなことを民間企業が勝手に自分たちで規約をでっち上げて、それに違反してますという理由で、配信を妨害するということが合法的に行われていると。だからこんな Facebook なんか解体すべきなんですよね。ということです。タカちゃん、高久チャンネル公式ツイッター、山崎さん嵐にあったんですって。山崎さんのツイッ
ツイキャスは素晴らしいので、もっと見られると思うのですが、ということですね。雪丸馬さんが白熊スタンプですね。それから令和竹脇新選組さん、秋田3区民ということで、失礼しました、以後気をつけますということですか。どうも高久チャンネル個室ツイッターと、それから砂月金さん、毎回の初めてご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団ハラス行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散&共有、ご賛同ならツイッター連携で、拡散共有をお願いしますということですね。それから砂月金さん、今日のメインテーマですね。なぜ政治家の罷免と官僚の選定罷免の手続き法が一切存在しないのかと。ただいま配信中ということですね。令和高久さんですね。高久チャンネルこういうとお茶ですね。令和竹脇さんお茶から山崎さんメールしたのですがいかがですかと。コラボ私のリスナーが楽しみにしてますということで、ちょっと私もう目いっぱいでですね、他のことがちょっとできるエネルギーも時間もないんですよね。ですからちょっとコラボは無理だと思いますね。残念ですが、これがまあ4年前だったら可能性あったと思うんですけど、現在はちょっともう目いっぱいで日々のこのワイワイニュースライブの放送配信だけで精一杯ということなんで、申し訳ないですけど、ということです。土山純一さんお茶箱10ですね。からコンティニューコインが2枚ですね。それからフルムーンさんコンティニューコイン重要テーマの配信本当にありがとうございますと。から K さんコンティニューコインよろしくお願いしますと。それから今日の放送の前ですね、砂月金さん男女平等の落とし穴と本沢二郎の日本の風景3534と、この方も毎日配信してますね。から砂月金さん中央アジアのラテン文字化はアメリカ地政学の手段、マスコミに載らない海外記事ということですか。今日付ですね、12月24日ということですね。ということで、今日配信した山崎情報をちょっとアップしますね。できれば情報拡散してもらいたいですね。Facebook でやると妨害されますんで、Twitter なんかいいんじゃないですか。メールとTwitterですね。自民党を解体しろと。から東大法学部を解体しろと。権力犯罪者の養成所だと。だから自民党というのは傀儡政党、米国の傀儡政党自民党は権力犯罪者の巣窟だということですよね。から安倍晋三は警視庁に山口逮捕を中止させ、東京地検に不起訴させ、最高裁事務総局に検察審査会への伊藤詩織さんからの不当申し立てを却下させた。で、山口、紀之を免罪免責にしたんだと。こういう。これ一度でいきましたね、長いやつ。そして、4つ目。これは安倍晋三首相による山口紀之免罪免責と伊藤詩織さんバッシングの命令系統ということで、
最初の警察ルート、逮捕を中止させたと、直前に中止させたと、この命令系統ですね。で、安倍首相から菅官房長官、杉田副官房長官78歳、元警察庁警備局長、北村茂国家安全保障局長兼内閣特別顧問と、前内庁情報官と、から中村至警察庁官房長官ナンバー3、元警視庁刑事部長ですね。そして高輪署の刑事と。たまったもんじゃないですよね。成田空港で山口が降りてくるのを待ってたと。カルロス・ゴーンを逮捕したのと同じ状況ですけど、カルロス・ゴーンは逮捕した、検察に逮捕されましたけど、山口紀之は直前に逮捕を逃れたと。これはもう安倍晋三の指示ですよ。こういうルートですよ。それから検察ルート、これは中心が黒田博夢というとんでもないやつで、昨日取り上げたリテラで、言ってますね。検察内部で黒川博夢の独裁的な政権べったりの強権に対する反発があったからこそ、この現役、国会議員の逮捕、強制捜査が行われたんだというリテラの記事がまさにそういうことですよね。安倍晋三首相から菅官房長官からもう最高検の検事総長を飛ばしちゃってると思いますね。これナンバー2の東京高検検事長に昇進したこれ黒田博夢、こっちにもう命令がいっちゃってるんですね。そして東京地検の検事長の方に行くと、そして不起訴にすると。それから検察審査会ルート、検察審査会っていうのは最高裁事務総局が直轄管理支配してるんですね。だからどうにでもなんですよ。だから検察が不起訴にしたことに対して不服申し立てを伊藤詩織さんがしたんですけど、それを却下させたというルートですね。安倍晋三首相から菅官房長官からこの今崎幸彦というのが最高裁の事務総局を今やってるんですね。それから東京検察審査会の事務局長に行ったと。そして却下させたと。で4つ目のルート、これがネトウヨルートということで伊藤詩織さんに対してバッシングを行うと。から山口紀之に対する無罪キャンペーンを行うということで、安倍晋三から菅官房長官、そして内庁ですね、内庁から自民党ネット局、そして電通に行って、彼らが金払って、飼ってるですね、安倍晋三親衛隊のカッコ付き文化人とネトウヨの方に命令が下っていくと。でマニュアルがあるんでしょうね。雪丸馬さん、山口が TBS を辞めた後、安倍がそうですね、笹川財団として CSIS の特別顧問にしていたようですねと。どういう関係なんでしょうねと。だから安倍っていうのは笹川良一っていうのは永久戦犯で、岸信介と同じように、処刑される運命にあったんですね。それからヤクザの誰でしたっけ、3人が永久戦犯で、7人の永久戦犯と同じように処刑予定だったんですけど、この3人がアメリカ CIA のエージェントになってアメリカの利益のために働くということで命乞いをしたんですね。
そして、笹川良一っていうのが協定利権とヤクザですよね。児玉義雄だ。ありがとうございました。児玉義雄、この3人、児玉義雄っていうのはヤクザですよね。そして、笹川良一っていうのは協定利権とヤクザと、そして統一教会ということで岸信介とつながってるんですね。そして現在日本財団とか、あるいは笹川平和記念財団とか協定利権で、得た資金をそちらの方に回していると。そして安倍晋三が3年前ですかね、米国に、米国訪問して、そして米国議会で、演説をしたということで、その後ですね、この笹川財団とそれから向こうのシンクタンクが共同で主催した現地での講演会にわざわざ安倍が講師として演説したということで、その見返りに安倍は自分の特別なお友達の山口紀之を海外に一時的に逃すために、その CSIS じゃないですね、別の昨日取り上げましたけど、別の財団の特別研究員に押し込んだというのが経緯でしょう。児玉義雄ですね。だから児玉義雄っていうのはロッキードのエージェントとして、ロッキードの利権のために防衛庁とか、あるいは田中角栄とかですね、丸紅のピーナッツとか、ロッキード事件の主役だったんですよね。でもロッキード事件の最大の悪役っていうのが中曽根康弘だったんですよね。でもアメリカとしては、アメリカの支配階級にとっては中曽根を次期日本の首相にするということがあって、彼をスキャンダルで、潰せないということで、田中角栄の方に矛先を向けて彼を潰しちゃったというのが真相でしょうね。何でしたっけということですね。今日流した山崎情報ですね。そして次に今日の一言ですね。これは昨日のメインテーマの中からポイントを令和さんお茶ですね、勉強になりますということで、今日の一言で、1、なぜ日本の国会には内閣総理大臣個人に対する弾劾、訴追決議も不信任決議も制度として存在しないのかと。これは昨日のメインテーマだったんですね。だから日本の国会の不信任決議っていうのは内閣全体に対する内閣不信任決議であり、首相個人に対する首相不信任決議ではないと。そういうことなんですね。だから常に日本の場合は個人責任、政治家と官僚の個人責任は絶対追及しないと、させないと、こういうふうになってるんですね。だから内閣不信任決議ではなくて、内閣総理大臣不信任決議ではなくて内閣不信任決議になっちゃうんですね。ですなわち日本の国会には内閣総理大臣が権力犯罪を犯してもその個人責任を追及して責任を取らせて解任する制度は存在しないと。でこれは先進国では珍しいっていうか、日本ぐらいじゃないですか、そういう制度がもともとないっていうのは、作られてないと。で韓国では3年前ですね、パク・クネ当時の大統領の権力乱用疑惑に対して特別検察官というのが指名されて、そして捜査して起訴したんですね。でその起訴に対して韓国の国会がパク・クネ大統領の弾劾訴追決議を賛成多数で可決したと
だからトランプのあれと同じですよね。アメリカの下院がトランプ弾劾訴追を賛成多数で可決したと。でその後が違うんですね、韓国とアメリカは。その後韓国は憲法裁判所っていうのがあるんですよ。憲法裁判所がその国会のパク・クネ大統領弾劾訴追決議が合憲かどうかというのを審査して、そして9名全員の合意でですね、賛成で合憲であるという判決を出して、そして直ちにパク大統領は大統領権限を剥奪されたんですね。で罷免されたと。そして、直ちに逮捕され起訴され、そして勾留されたと。そして彼女は現在2審高裁判決で懲役25年の実刑判決が確定してるんですね。で、来年ですかね、最高裁での上告審を待ってると。ただ別件で彼女は2年間の実刑判決を受けてるんで、その懲役を現在、監獄で、留置されているということなんでね。なんか彼女が人事権を乱用して、権力乱用したという別件で、起訴され、実刑判決2年が下ってんですね。そして米国では先週トランプ大統領がウクライナ大統領に対してバーデン民主党次期大統領候補に対する疑惑捜査を要求したとの疑いに対して米下院がトランプ大統領の権力乱用とから議会への妨害工作というこの2点でですね、トランプ大統領弾劾訴追決議を賛成多数で可決して上院に送ったと。だからこれがアメリカのインチキなところで、本来だったら憲法裁判所っていうのがあって、そこでその下院が賛成多数で決定したトランプ大統領の弾劾訴追決議が合憲かどうかということを憲法の条項に基づいて判決を下すと、韓国みたいにですね、べきなんですよ。でも米国には憲法裁判所がないですね。日本にもないですね。先進国では米国と日本と英国は憲法もないんですよ。不思議な国ですよね。ということで、上院が憲法裁判所の役割を担うという。だから本来だったら司法が憲法違反かどうかを判断するというのが三権分立の原則なんですけど、アメリカは三権分立ないんですよね。上院という議会が憲法違反かどうかを最終判断するということで、上院の3分の2以上の賛成がないとこのトランプ大統領弾劾訴追決議は通らないということで、ほぼダメですよね。共和党が 3分の2取ってますんでね、というインチキなんですよ、アメリカの場合は。でこれが5番目で、だから韓国においても米国においても、あるいは他の先進国っていうのは首相とか大統領の個人責任を追及する、そして罷免する、国会が罷免する制度っていうのはあるんですけど、日本にはないんですね。で日本の政治家とから官僚は職務上犯した権力犯罪や失敗や不作為によって国民の生命、国民の資産、国民の主権、国民の自由と基本的人権が侵されても、政治家と官僚の個人責任は追及されず罷免されることもないと。だから内閣総理大臣だけじゃなくて、日本の政治家と官僚は全て職務上犯した
誤りとか権力犯罪とか不作為、本来やるべきことをやらなかったと。それによって国民の生命財産、主権、自由、基本的人権を侵されても個人責任は追及されないと。だから常に、国家賠償裁判しかないということなんですね。国賠しかないということで、国賠で国とか組織、国が負けてもですね、賠償金は税金で払うという非常に、巧妙な制度にすり替えられているということでしょうね。でも日本国憲法第15条の1項にはこう書かれてるんですね。公務員を選定し及びこれを罷免することは国民固有の権利であると、そう規定されてるんですけど、政治家の選定は4年に一度の国政選挙と地方選挙によって国民は政治家を選定することは制度として存在するんです。でも同じこの憲法第15条の1条が言う政治家の罷免は国民固有の権利という規定は保護にされているんですね。なぜならば政治家を罷免する手続き法がないんですよ。法律がないから作んなかったんですね。これ憲法違反が常態化しちゃってると。で同時に官僚を選定罷免する、選定も官僚、国民が官僚を選定すると、国民が官僚を罷免すると、これも憲法第15条の第1項に書かれてるんですけど、手続きする法律がないんで、できないということなんね。これが今日本の現状ですよ。で今日のテーマはそれじゃなんで手続き法が存在しないのかというナンバー2なんですね。続きなんですね。ということで今日の一言ですね。砂月さん、コンティニューコイン2枚ですね。今日の一言。本当不思議ですよね。これほどの悪行、権力犯罪を犯し続けてても、まだ安倍晋三は日本の総理として権力をずっと握っていると。そして日経新聞の内閣支持率が 50% ですって。バカ言うなと。日経新聞の購読者だけに限っても 50% ってことはありえないでしょ。50% ってことは国民の2人に1人は安倍を支持してるってことですよ。これほど明確な嘘がそのまま公表してもバカな国民は分かんないだろうということなんでしょうね。日経新聞の幹部は。完全に国民をバカにしてるんですよね。エリートですから彼らは。で韓国ではパク・クネ大統領が25年ですよ。最高裁判決でもおそらく25年でしょう。だ彼女は、大統領の恩赦がなければですね、獄中で、命を終えるというところですよね。現在最高裁の上告審を待っているという状態ですね。朝日新聞では 38%。でも 38% でもありえないでしょ。せいぜい 10% でしょ。
米国では先週トランプ大統領がバイデン大統領候補に対する疑惑捜査をウクライナ大統領に電話で要求したと。その疑惑に対して下院がですね、権力乱用と議会妨害という容疑で、大統領弾劾、訴追決議を賛成多数で可決したと。で、史上4人目の大統領弾劾訴追される大統領になったんだという。ここまでは正しいんですよね。うわ、マイナスだ。ただ問題はアメリカのインチキな、本来は憲法裁判所を創設して韓国みたいにですね、なかったんですよ、もともと。でも1987年の民主化闘争で、憲法裁判所を作ったんですよね。それが今大活躍しているということで、日本も作んないといけないんですよ。市民革命政権が憲法裁判所で、日本の政治家と官僚は植民地を犯した権力犯罪や失敗や不作為によって国民の生命、国民資産、主権、国民の自由と基本的人権が侵されても、政治家と官僚個人の責任は追及もされないと、罷免もされないと。これはもう戦前のあれですよね。昭和天皇の戦争犯罪が一切免罪免責され、個人責任が追及されないで、こともあろうか、戦後の名前を変えた天皇制のトップに、座ったということと同じことが続いてるんですよね、これ。政治家と官僚の個人責任は追及されず、罷免されることもないと。こんな国は日本だけでしょうね。日本国憲法第10条1条には、公務員を選定し、およびこれを罷免することは国民固有の権利であると規定されていると。政治家の選定は4年に一度の国政と、それから地方選挙によって、国民は政治家を選定することは、制度として、存在するんですね。しかし同じ15条1項が言う政治家を罷免することは国民の権利だと、固有の権利だという規定は、政治家を罷免する手続き法が存在しないため、制度として存在せず、憲法違反が常態化してるんだというんですね。憲法違反なんですよ、これ。憲法第15条の第1項ではっきり規定されてるんですよね。で、また15条1項が言う官僚を選定罷免することは国民固有の権利というのは、官僚を選定罷免する手続き法がないため、制度として存在しないと、憲法違反だということでしょうね。すなわちにさ、真実を書けば、マスコミか、売国行為があらわになり、右寄りの人からも責められるはずと。播磨屋さん、一水会と播磨屋さんだけは別ということですね。はい。播磨屋さんは大型トレーダーで新宿なんか、回ってますよね。ということでですね、現在45分4秒ですね。
主張される方が同時期で36名様、計77名様、コメント40ですね。今日の注目情報ですね。これはこれはデモクラシーナウ日本語版の12月19日の3つの記事を今日取り上げたんですね。本日の注目情報ということは、1、現大統領の責任を問うということを米下院歴史的決議でトランプ大統領を弾劾訴追と。これはいいんですよ。議会が大統領の権力犯罪を容疑を追及して、そして弾劾訴追する決議を賛成多数で可決したと。これはいいんですよね。で、問題は次なんですね。これはデモクラシーナも指摘してるんですよね。トランプの下院の弾劾訴追の後、上院でのトランプの裁判がいかさま裁判になる可能性と。可能性じゃなくてもうそのものですよ。いかさま裁判ですよ、これ。本来だったら司法が裁くべきなんですよね。トランプのいわゆる憲法違反、権力乱用と議会妨害。それが米国連邦憲法に違反しているかどうかっていうのを司法が決めると。でも連邦裁判所がないから連邦裁判所ではなくて憲法裁判所がないと。で、なぜ連邦裁判所が裁かないのかということなんですけど、これはもう9人の連邦裁判所の裁判官の任命権は大統領が握ってるんですよね。だから今は5対4でトランプを支持する保守派が多数派ですから、最高裁がこの憲法違反かどうかというものを裁判にかければトランプは無罪になるということなんですね。だからそういう任命権を大統領が持っていると、あるいは任命権を首相が持っているという制度ではなくて、完全に中立的で、その国の最高法規である憲法に違反したかどうかっていうのみをですね、政治的背景なしに、判断するという憲法裁判所っていうのは絶対必要なんですよね。砂月さん、これは読みましたね。で、これがそうなんですよ。いかさま裁判だということですね。それから3つ目、トランプの補佐官への FBI の監視で秘密のファシア制度の標的の大半がムスリムであることが判明という FBI の秘密の監視システムなんですね。それがイスラム教徒向けであるということが暴露されたという記事です。デモクラシーナウです。ということで、次に、今日の推奨本の朗読ですね。昨日、おとといからこのグレタたった一人のストライキという自叙伝みたいな本を結構厚いんですよ。300ページぐらいです。これの今日は第3回目です。で、助けるのは当たり前の家に育ってという、ここを読みますね。私が育ったのはサンドビーケン約中スウェーデン中北部にある人口約4万人の市のタウンハウスだと。母は教会の執事、父は工作機械メーカーのサンドビックで財務を担当してたと。この私はっていうのはそのグレタのお母さんなんですね。スウェーデンの有名なオペラ歌手です。
で、私は長女で3歳年下の妹ベンデラと11歳年下の弟カール・ヨハンがいると。弟の名前はオペラ歌手のルーア・ファンクマンをすごくハンサムだと思った母親がつけたと。訳中、フォルクマンの本名がカール・ヨハンと。うちはオペラやクラシック音楽とは無縁だったが、全員歌うのが大好きだったと。みんな大いに歌ったと。アバにジョン・デンバーにフォークミュージック、スウェーデンの小都市に住むごく普通の家庭だったと思うと。たった一つの違いがあるとすれば、両親が立場の弱い人たちを進んで支援していたことだと。困っている人がいれば助けるのは当たり前のことだったと。ヒューマニズムは母親の祖父がその父親エッペ・アルビドソンから受け継いだもので、いわば伝統だったと。祖父はエキュメニズム、キリスト教統一運動や現代的な海外支援事業のパイオニアとしてスウェーデン教会で大いに尊敬を集めていたと。だから私が育った家にはいつも難民申請者や不法移民が住んでいたと。面倒なこともあったがうまくやっていたと。出かけるといえば行き先は大抵母の親友の2層のいる修道院だったと。イングランド北部にあるその修道院で何回か夏を過ごしたこともあると。でもそれ以外は私たちは本当に普通の家族だったと。私がいつでも歌っていたと。難しい歌ほど楽しかったと。私がオペラ歌手になったのはオペラが歌うのに最も難しく楽しいものだからだということです。母親のあれですね、自分の育った環境、他人困った人を助けるのは当たり前の家庭に育ったと。それから歌が好きだったと。そうですね。で、次は明日、明後日木曜日ですね。スバンテと私についてというところですね。はい。ということです。今読んだところのタイトルだけでもアップしますかね。推奨本。これですね。あれキララカットさんがお茶爆10ですね。ありがとうございます。そして今日のメインテーマですね。今日のメインテーマ、続きなんですね。それではなぜ日本には政治家の罷免と官僚の選定罷免の手続き法が一切存在しないのかと。ナンバー2です。で、その最大の理由は戦後70年以上にわたって日本国憲法を無視し骨抜きにしてきた米傀儡政党自民党が日本の政治を独占してきたからと。これが最大の理由ですよ。日本国憲法第41条には国会は国権の最高機関であり国の唯一の立法機関であると規定されていると。で、傀儡政党自民党は日本国憲法の第41条の2つの規定をどちらも遵守してこなかったと。違反してきたんですね。で、一つ目の規定、国会は国権の最高機関であるとは歴代自民党政権によって完全に無視されてきたと。この規定に従えばですね、3つの国権ですよね。国会と内閣と最高裁判所と3つの国権の位置関係は最上位に国会があり、その下に内閣と最高裁判所が置かれているという上下関係なんですね。国会が一番上で、次に内閣で、次に最高裁と。こういう位置関係なんですね。で、内閣と最高裁の関係っていうのは憲法第6条の第2項で、内閣総理大臣が最高裁長官を任命するという権限を与えられているんで、結局内閣のが上で最高裁が下というふうになるわけですね。
だから三権分立っていうのは全くの大嘘なんですよ。誰も日本国憲法に三権分立の規定なんか一切ないですよ。ないにもかかわらず三権分立日本はあるんだと。民主的国家で、国権の3つはそれぞれ独立して平等な立場で水平のところにですね3つの国権がお互いに、牽制しながら、一つの国権が暴走しないように牽制し合ってんだというふうに我々は学校で習ったんですけど、全くの大嘘なんですねこれ。そうじゃなくて、一番上に国会があって、その下に内閣があって、その下に最高裁があるという直系列なんですよ。ということは、国権の最高機関である国会の下に内閣というのは位置すると。ですから内閣総理大臣というのはその国会の下に位置する内閣の長でしかないということなんで、その内閣の長である内閣総理大臣が国の国権の最高機関である上位にある国会を自分の都合のいい時に解散して総選挙するということは到底できないのが当たり前ですよね。でもそれを歴代自民党政権ずっとやってきたんですよ、戦後。だから自分たちが都合のいい時、野党に金がないと、野党が分裂していると、野党が弱い立場にあるという時を狙って衆議院を解散して総選挙をするとすれば、当然ながら勝つのが当たり前ということで、日本の戦後の政治っていうのは2度の政権交代、かっこつき政権交代以外は全部自民党およびここ20年は公明党との連立ということになっているんですね。しかるに戦後70年以上にわたって歴代自民党政権の内閣総理大臣は衆議院の解散権は首相の専権事項であるという大嘘と憲法違反の大嘘をついて、野党が分裂している時や野党に資金がない時を狙って衆議院を解散して総選挙を強行してきたと。だから勝利するのは当たり前だったんですね。でそれに対して日本国憲法の規定によって、憲法81条ですよ、規定によって憲法の番人であるという職務を与えられている日本の最高裁判所は、歴代自民党政権による憲法第41条違反、明白な憲法違反を黙認してきたと。一言も言えないと。なぜならば日本国憲法第6条2項の規定によって、内閣総理大臣は天皇の名において最高裁長官を任命するということになっているんで、任命権者である内閣総理大臣に立てつけないということになるわけですね。それから2つ目の憲法第41条の2つ目の規定、国会は国の唯一の立法機関であると。この規定もまた歴代自民党政権によって完全に無視されてきたということですね。日本国憲法第41条第2の規定、国会は国の唯一の立法機関であるという規定に従えば、内閣には法案の起案権も法律の起案権も国会の提出権もないということなんですね。41条そうなんですよ。で法律の起案権と国会提出権を持っているのは国会であり国会議員なんだということだ。しかし歴代自民党政権は日本国憲法第41条に明白に違反して、ほとんど全ての法律を内閣が起案して閣議決定して国会に提案して、それでおざなりの審議時間を費やして、最後には多数決で強行採決で成立してきたというのが今までの経緯ですよね。でここでもまた日本の最高裁っていうのは歴代自民党政権による明白な憲法違反
憲法41条の第2の規定違反を黙認してきたということなの。だから手続き法なんかできこないんですよね。すべての法律の規範権と国会提出権を独占してきた歴代自民党政権が自分たちの個人責任を追及するような手続き法を作りこないわけですよね。で、日本国憲法それとですね、日本国憲法第73条っていうのがあるんですよ。これは内閣の職務と7つの職務を規定してるんですけど、その内閣の職務の中に法律の規範とか国会の提出っていうのは職務に一切書かれてないんですね。で、私がこの日本国憲法第73条内閣の職務とこれを箇条分けにしたんですね。内閣は他の一般行政、事務のほか左の事務を行うということで、1、法律を誠実に執行し国務を掌握する。2、外交関係を処理する。3、条約を締結する。ただし事前に、自弁によっては事後に国会の承認を得ることを必要とすると。4、法律の定める基準に従い管理に関する事務を掌握すると。5、予算を作成して国会に提出する。だから予算の作成と国会提出というのは書いてあるんですよ。6、この憲法及び法律の規定を実施するため政令を制定する。ただし政令には特にその法律の委任がある場合を除いて罰則を設けることはできないと。7、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すると。この7つなんですね。だからこの7つの内閣の職務の中に、法律の規範とか国会の提出というのは一切書かれてないんですね。だから歴代自民党政権がほとんど全て100% でしょうね、法律を自分たちが作って、国会で強行成立させてきたということ自体がもう明白な憲法違反なんですね。それで国会議員のいわゆる議員立法っていうのもあるんですけど、でも議員立法が成立するには衆議院で、20人以上、参議院で10人以上の賛同者がいるとかなんて言って、与党が絡まない議員立法というのは絶対成立しないような国会法っていうのをでっち上げてるんですね。だから議員立法内閣提案の法案以外に日本は議員立法でありますよって言うんですけど、でもその議員立法が成立には自民党が絡まないと成立しないような仕組みになっていると。だから 100% 日本の法律は歴代自民党政権が規範し、国会で強行成立させたと、こういうことに間違いないでしょうね。だから内閣総理大臣をはじめとした政治家官僚の個人責任は一切追及されないということ。そして、政治家の選定だけはできるけど政治家の罷免もできないと。だから官僚の選定も罷免もできないと。こういうことの理由なんですね。ということです。今日のメインテーマ。K さん、米国による日本支配は自民党を通じて行われてきたということでしょうかという。だから自民党自体がもう傀儡政党、米国の傀儡政党ですよ。だから1955年に、自由党と民主党を合併させたのは CIA の資金ですからね。そしてその初代幹事長に戦犯で命乞いをして CIA の
エージェントになった岸信介が初代幹事長になって3年後には日本の首相になって、そして1960年に今でも続く米国の政治軍事支配の法的根拠である日米安保条約を国民の大反対を機動隊とから全国動員のヤクザ、ここで笹川良一が出てくるんですね。それから児玉義雄なんかのヤクザ岸信介は戦犯仲間のこの2人にですね頼んで、全国から機動隊だけでは抑えきれないと思って、彼は全国から暴力団員を東京に送って、それで暴力的にデモ隊なんかを襲わせてですね、機動隊とともに鎮圧したということがあるんですね。最大の理由は傀儡政党、米国傀儡政党自民党が戦後70年にわたって以上日本の政治を独占してきたと。だから他国の傀儡政党が70年以上にわたって政治を独占してきた国っていうのは世界どこでも見てもないでしょうね。日本だけでしょうね。日本国憲法第41条、国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関であると。41条に関して非常に重要な項目なんですけど、ほとんど誰も取り上げないですよね。で、歴代自民党政権はこの2つの規定をどちらも遵守してこなかったと。で、最初の規定、国会は国権の最高機関であると。で、この規定に従えば3つの国権の位置関係は最上位に国会があり、その次に内閣と最高裁があるという上下関係なんですね。で、従って国権の最高機関である国会の下に位置する内閣の長である内閣総理大臣が自分の都合で勝手に国会衆議院を解散して総選挙を強行することは明白に憲法41条違反だと。そんなことできるはずないんですよね。それが公然とできていると誰も疑問に思わないと。恐ろしいことが起こっているわけですよね。で、しかるに戦後70年以上にわたって歴代自民党政権の内閣総理大臣は衆議院の解散権は首相の専権事項であるという憲法違反の妄想をついて、野党が分裂している、野党に資金がない時を狙って衆議院を解散して総選挙を仕掛け、常に勝利してきたと。それはそうでしょう。野党が弱体化している時に倣って衆議院を選挙すれば勝つのは当たり前じゃないですか。日本国憲法41条の規定によって81条の規定によって憲法の番人の職務を与えられている日本の最高裁は歴代自民党政権による明白な憲法違反を黙認してきたと。だからアメリカと同じように最高裁だけじゃダメなんですね。いわゆる大統領とか首相が任命権を持っているから。そうじゃなくて国民が直接選ぶ憲法裁判所、
が必要なんですよ。なぜならば日本国憲法第6条2項で天皇の名において内閣総理大臣は最高裁長官を任命できると。だから任命権者に逆らえないというふうになってるわけですよ。から2つ目、41条の2つ目、国会唯一の立法機関であるという規定は完全に歴代自民党政権によって無視されてきたと。ジョシュア・マーチンさん、キャス君ですね。で日本国憲法41条の第2の規定、国会は国の唯一の機関である、唯一の立法機関であるという規定に従えば、内閣には法律の規範権も国会提出権もないと。そうなんですよ。ないんですよ。アメリカもないんですよ。大統領には法律の規範権も国会提出権もないんですよ。法律の規範権と国会提出権を持っているのは国会であり国会議員だと。いうことですよね。でしかし歴代自民党政権は日本国憲法41条に明白に違反してほとんど全ての法律を内閣が起案し閣議決定して国会に提案してきたんだと。ここでもまた日本の最高裁は歴代自民党政権による明白な憲法違反を黙認してきたと。重大な憲法違反を憲法の番人である日本の最高裁は一切沈黙して黙認すると。とんでもないことをしてるんですよね。それと日本国憲法73条内閣の職務の規定の中には法律の規範とか国会の提出っていうのは職務の中に入ってないんですね。7つあるんですけどね。7つの職務の規定の中には一切書いてないと。予算は書いてあるんですよ。予算を作成し国会に提出するっていうのが書いてあるんですよ。でも法律に関しては一切書いてないんですね。ということは日本国憲法の中にでは法律の規範と国会提出は内閣の職務じゃなくて国会の職務だと、国会議員の職務だという規定なんですね。予算は書いてあるんですよ。政令まずは衆議院解散が内閣総理大臣の専権事項であるという嘘を明文で否定しなければ、そういうことですよ。完全に嘘だと。すなわち法律の規範と国会への提出は内閣の職務ではなく国会議員の職務だということですよね。令和さん、竹脇さん、それだけ無視し続けた自民党が麻生の時に大敗したのは偽りだったのでしょうかと。今は大敗がなかったかのような荒ぶり方なんですねと。あれはあれなんですよ。あまりにも麻生自民党の政治がひどいということで、そして、小沢一郎とそれから鳩山由紀の登場で3000万票を取って大勝したんですよね。でもいわゆる民主党の中でも
いわゆる自民党が送り込んできた野田とか前原とか等々のいわゆる工作員がですね、足を引っ張るということで、鳩山幸夫が1年でしょ。そして次に菅直人、そして野田と。で、野田が安倍と裏でつながってですね、大敗するのが分かってても衆議院を解散させたということで、安倍内閣の誕生の梅雨払いをしたということなんでね。だから結局、次にいわゆる政権交代する場合はですね、議事野党を中に入れては足を引っ張られるということなんですね。で、小沢一郎さんの失敗っていうのは数を集めればいいんだということで、そのいわゆる内容の吟味はさておき、政策での連携ではなくて数合わせで政権交代をしたことの矛盾が足を引っ張られると。から内部に潜り込んできた前原誠司とか野田とかですね、いわゆる、松下政経塾の連中なんかに完全に引っかき回されて、そして安倍政権誕生の追払いを彼らはしたということなんですよね。ジョシュア・マーティンさん、コンティニューコイン。だから、山本太郎の令和新選組を中心にした政権交代をする場合は、その失敗を繰り返してはならないということで、やはり、変なやつっていうか、議事野党の連中を中に入れない方がいいんですね。なるほど。わかりましたと。ありがとうございますという。令和さんですね。竹垣さん。から令和さん。それだけ、これは読みましたね。ということで、今日のメインテーマはそういうことですね。現在何分ですか。もう1時間17分ですね。はい、41名様、全体で117名様、コメントが68件ということですね。ちょっと急ぎましょう。トピックス。高まるハッシュタグ MeToo 社会の転換点としおりさんから勇気をもらった女性たち、もう黙らないという東京新聞、なかなかいい記事ですね。これは東京新聞です。しおりさんの戦いのが波及しているということですよね。もう黙らないと。それから2つ、Facebook ユーザー2億6000万人以上の個人情報がネットに流出という、もう Facebook 解体した方がいいですよ。検閲し、膨大な個人情報を流出させ、一切その責任を取らないという。Facebook 解体だよね。から桜を見る会、安倍首相枠は5000人以上と、国立公文書館で共産党宮本議員が資料発見ということで、これはスクープですよね。共産党頑張ってますね。前から言われてましたよね。安倍首相枠が5000人以上だということ。これが公文書で、証明されたというスクープでしょうね。からゴーン裁判、これは立証困難の捜査特捜部組織崩壊危機が到来かということで、日刊現代ですね。4月に始まるみたいですね、裁判が。で、郷原さんの
意見がこの記事では書かれているんですけど、特捜部の2つのいわゆる訴追理由2つとも立証は困難ということで無罪になる可能性は大きいんじゃないかという郷原さんの話ですね。K さん、平成17年度ですねと。これは何のことだろう。平成で言われると私分かんないですよね。西暦じゃないと。それから有罪のハードルは高いって書いてありますね。それからテレ朝報道ステーションで大量派遣切り、年の瀬に非常な通告がということで、日本テレビ、日刊現代、なんか報道ステーションのいわゆる主力を担ってた派遣会社のベテラン社員10人が一挙にですね、来年3月で契約を打ち切るという通告が一方的にされたという。報道ステーション、何が起こっているのかということですよね。だから番組を潰すんじゃないですかね。から最後、アマゾン、日本に納税へと方針転換で、法人税2年で300億と。アマゾンがついに、今まではなんか米国法人の出先機関みたいな形で、全ての売上利益はアメリカ本社がの方に送ってたんですよね。でそれをやめて、日本法人が納めるということで2年間で300億円の税金を納めたという、当然でしょうね。今までの払ってない部分も追徴課税しろということでしょう。もう10年20年ぐらいやってるんじゃないですか。毎年100億としても2000億とかなんか膨大な税金ですよね。から注目情報、重要情報ですね。桜を見る会招待状の60は総理枠と示す決定的証拠。これはさっきのあると同じですね。悪徳マルチジャパンライフ会長を招待したのはやはり安倍晋三だというのがもう証明されたと。これほどの悪行を重ねてても、なんで総理大臣平然と行われるのと、いるのと、居座るのと、なんで逮捕されないと、なんで起訴されないと、パククネみたいに、なんで刑務所に収監されないのと、不思議ですよね。ということです。ということで今日の火曜日の放送はこれで終わりです。時間が1時間23分57秒ですね。視聴されている方が41名、全体で125名様、コメントが78件ということですね。もう安倍晋三の話桜を見たくないという、桜を見たくないそうか、かけてるんだ。いいですよこれ。桜を見る会じゃなくて、安倍晋三の桜を見たくない会という、なかなかいいあれですね。ということで、お疲れ様でした。砂月さん、今日火曜日の放送はこれで終わりです。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューポイント、たくさんのギフトですね、いただきましてありがとうございました。ということで明日は久しぶりに、普通日語放送をやりますんで、なんかフランス語忘れちゃったのかもしれないですけど、思い出しながらやりますんで、よろしければご利用してくださいということで、お疲れ様でした。今日の放送これで終わります。現在日本時間でもう夜の11時
24分ですね。遅くなりました。申し訳ありません。中んさん、19歳、コンティニューコイン。令和さん、アマゾンの出方には要注意と思いました。ありがとうございました。ということですね。ということで、おやすみなさいですね。お疲れ様でした。